皆様こんにちは、原亀です。今日はですね、ZQ を、取り上げてみたいと思います。ZQ の取り上げは2回目となります。最初はですね、出たばっかりで現場で使用しまして、歪みますよと。画像が歪む時がありますよというお話をさせていただきました。今回はですね、それから何ヶ月か使ってまして、どういうフィーリングを感じているかということについてお話をしたいと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録していただいた方、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。では、やっていきたいと思います。ZQ ですね。まず気になるところというところで、何点か、取り上げてみたいと思います。ZQ、まずですね、良いところ。これあくまでも私が考える良いところです。ですから、皆さんの撮影に当てはまるかどうかはわかりませんし、人それぞれですね、感じ方が違うと思います。私が使っているフィールドでのスチール撮影の場合についてのお話をさせていただきます。動画撮影もたまにはやりますが、そんなに専門的ではありませんので、やっぱり自分の一番得意なフィールドでの写真撮影ということが中心のお話になります。まずですね、良いところから挙げたいと思います。ZQ のですね、良いところ一つ目はですね、オペレーションが快適というところです。ニコンのですね、オペレーションはですね、かなり洗練、成熟しておりまして、僕がごちゃごちゃ言わなくてもですね、ニコンユーザーというのは、このニコンのオペレーションの素晴らしさというのは、皆さんですね、意識されてると思います。特にですね、他社製品の、カメラを使った後ですね、ニコンの熟成度といいますか、そういうところの素晴らしさっていうのを気がつくことが多いのではないかなと思います。特にですね、D5、D6 から継承してますですね。オペレーションの、使いやすさですね。そういうものが、ZQ、Z6、Z7 を経てですね、ZQ にも、やっぱり継承されてまして、とにかく使いやすいですね。ニコンを通常使っていた方は、もう説明書など読まなくてもすんなりと、この ZQ に入れると思います。特に困る点はですね、あまりないと思いますね。これはですね、ニコンの、オペレーションの素晴らしさと。僕はこのニコンのオペレーションがすごく使いやすいので、このまま継承されている ZQ はさすがだなというふうに思っております。2番目ですね。良いところの点2番目は音が静かというところです。音が静かっていうのは何かと言いますと、無音にももちろんできるんですが、シャッターが当然ですね、ミラーがバタバタ動きませんので、音はとても小さくできます。例えば、競走馬の撮影ですと、音に対して競走馬が敏感ですので、ガシャ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 ですね、音を立てて写真を撮っているよりかは当然音が静かな方が、関係者にも受け入れられやすいというところが当然あると思います。ですので、ZQ の、音の静かさというのは、かなり、ポイントが高いと。ちょっとですね、ネガティブなところでも、音のないところをですね、取り上げているんですが、とりあえずはですね、
ポジティブに考えていいところというふうに、考えていると、いいところと、考えております。3つ目ですね。3つ目は、ミラーアップがないので、やはりですね、音が静かなのは当然ですが、振動が少ないということですね。基本的には画素数、よく言われてるんですけど、2000万画素、3000万画素、4000万画素クラスの一眼レフカメラがたくさんありますが、ミラーアップすることによって、得られる画像がちょっと劣化するというお話を聞いたことがあります。それは、シャッターが上がったり下がったり、ミラーが上がったり下がったりすることによって、ブレだったり、画質のクリアさが少し鈍くなるという話を、富士フイルムの方でしたっけ？富士フイルムの方がされていたのを聞いたことがあります。例えば、2500万画素のカメラを使ってミラーアップ撮影をしないまんま、普通にシャッターを切って、振動が来ることを想定すると、例えば2500万画素クラスが2000万画素クラスに落ちちゃうような感覚という、劣化が若干起きるというお話を伺ったことがあります。それが本当かどうかっていうのは、私はエンジニアではありませんので、そこまで詳しくはないんですが、そういう話を聞いたことがありますので、やっぱり、振動が少ない方が、クリアな画像を得られやすいということになると思います。4つ目ですね。4つ目は、秒間コマ数がやはり速いからたくさん撮れるということですね。1秒間に、一応規定数で20コマということで、AF の、AI サーボ、AI コンティニアス、AF コンティニアスですか。AF コンティニアスフォーカスで秒間20コマというのを謳っております。実際に実数で、現場でその数字が出てるかどうかっていうのはちょっと確認はできませんが、20コマというのは相当なスピードだと思いますので、これはやはり有利に働くんではないかなと。ただ、競走馬の場合は、1艦歩っていうのが決まってますから、足の運びによってはですね、たくさん取れても、限界があって、やっぱり足の形がかっこ悪いものを写真としてはあまり好まれない傾向にありますので、ダメなところは、ダメなんですけれども、たくさん切れるに越したことはないかなと思います。次はですね、5つ目ですね。5つ目はですね、ファインダーが見やすいということです。液晶のファインダーになるんですけれども、この覗いた時のですね、この精細感といいますか、細やかさ、きめ細やかさ、密度といいますか、そういうものがとても、よく、できていてですね、光学式ファインダーにかなり近いと。むしろ光学式ファインダーよりも条件によってはですね、液晶画面の方が有利な場面はかなりあります。例えば真っ暗なシーンとか、風景写真で夜の星を撮りに行っている時とかですね。そういう時は、もう確実に、光学式ファインダーよりもよく見えます。特に星にピントが合ってるか合ってないかなんていうのはもう、液晶には全然、光学式だと対応できないぐらいの差がありますね。液晶だとよく見えます。特に天気の悪い日の撮影ですね。そういうものは、やはり液晶の方が有利なのかなと思います。特に暗い場面ですね。スタジオとか室内で撮っていてもですね、選択で、その液晶表示を、露出の値を、反映させるかさせないかっていう選択肢があるんですが、そこを選んでも、使い分けができますし、とにかく液晶で、ファインダーがついてるっていうことがですね、とても有利に働くシーンが多いと思います。で、最後にですね、FTZ2 がとても快適と。これ ZQ じゃないじゃないかって話なんですけども、ZQ と、FTZ2 が、セットでですね、使うとですね、本当に F マウントのレンズが、そのまま、
Z マウントのレンズになっちゃうぐらいの勢いで、とても使いやすいので、これはですね、なかなかここまでのアダプターを出してるメーカーさんってないと思うので、ニコンあっぱれと。本当にそう思いますね。ですから、F マウントのレンズがたくさん出てますんで、とりあえずボディを変えば、撮影にはあまり支障が出ないんじゃないかなと思います。はい。で、次はですね、ネガティブなことですね。ポジティブなこともっとあるんですけど、言ってたらキリがないので、ポジティブは大体ですね、あまり気にならないと思います。で、やっぱりネガティブなところが気になると思いますのでね。それのお話をさせていただきたいと思います。ですね。一番私が使ってる上で困る時があるんですけど、それはですね、FX フォーマットと DX フォーマットの切り替えなんですよね。背面液晶で、メニュー登録してたりとかしますと、ボタン配置もできるのかもしれないんですけど、撮像範囲設定っていうのがありますね。そこで FX、DX1 対1、16対9という選択肢がありますが、ここをですね、DX フォーマットで撮影することが結構あるんですよ。例えば 400mm のレンズをつけたときに DX フォーマットですと 1.5 倍になるんで、600mm かな。600mm 相当で撮影できると思うんですけれども、そうやって周りの、絵柄に対しての周りの背景がそんなにいらないときはもう切っちゃって、600mm として使うことがあるんですよ。400mm のレンズを 600mm。例えば 300mm のレンズも、DX フォーマットに落として、もっと焦点距離を長くして使うということが結構あります。で、結構多用するんですよね。シーンごとに、使い分けるんですけれども、ところがですね、慌てて撮ってますんで、どうしてもですね、この FX と DX の切り替えを忘れてしまうことが多々あります。なんか撮影してるときに、DX フォーマットで撮ってますよっていう風に赤い枠が出るとかですね、そういうのがあるといいんですけど、なんか、昔のカメラ、昔っていうかちょっと前の、一眼レフタイプのカメラではそういうのがあったと思うんですけど、DX の場合も、DX の画像配置にフィックスされちゃうんで、アップになった画像が前面になっちゃうんですよね。そうすると、これ DX だったっけな、FX だったっけなってあんまり考えないで撮ってますんで、次のシーンに行った時に FX に戻し忘れるってことが多々あります。で、なんか120、300を使ってても、なんかちょっと大きいなって思ってる時があって、確認すると、DX のまんまだったっていうことがよくあります。これはですね、FX と DX を切り替えたときに、何か液晶表示で、今 DX ですよっていうのが、わかるようにしてもらいたいんですよね。そうしないと、もう FX と DX が全くわかんなくなってまして、普通に FX だと思って撮ってたら、DX でしたって本当に多いんですよ。ですから、これはちょっとなんか、改善していただけたらなと。毎回撮影のたんびに確認はするようにはしてるんですけれども、それでも、ちょっとですね、急いでる時にやっぱり間違ってしまうと。で、後から撮って確認した画像がなんかちょっと、荒いかなって思うシーンがあって、よく確認すると FX が DX になってましたっていうのが、何度もありました。今も結構ありますので、そこは注意してるんですけれども、改善してもらえれば、より嬉しいなと思います。で、ネガティブなところの二つ目ですね。これはポジティブにも入ってたんですけど、音が静かということになります。これ、例えばですね、騒がしいところで撮影してるとですね、このシャッター音ですね。聞こえますかね？これが音大きくできるんですけど、音大きくしたくないなっていう場面が実はあるんですよ。で、音を大きくしたくないなって場面の時に、騒がしくなっちゃうと、シャッターが落ちてるか落ちてないかがわからないんですよね。で、ファインダーの中で撮ってる時に、上下左右で、棒がですね、点滅するようになってるんですよ。カシャ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 って点滅するようになってるんですけれども、この点滅すらですね、わからない瞬間があるんですよね。ちょっとあまりにも絵柄に集中しすぎてて、騒がしいところで結構、短い時間で集中的に撮ってると、そこまで気が回らない時があったりします。
そうするとですね、シャッターが落ちてるもんだと思って、一応押してるんですけど、実は落ちてなかったってことが過去に何回かありました。これ結構ね、私、ショックだったんですけど、騒がしいとですね、わからない時があるんですよね。それがですね、やっぱりシャッターを、大きくするように自分で気をつけなければならない。まあ、無音にもできるんですけど、さすがに無音だと怖いので、無音にはしていませんが、まあ、なるべくですね、音は大きく出すように、それからはするようにしてます。で、三つ目ですね。まあ、これはもう以前、最初の第1回でやらせていただいた歪むというところですね。これまあ、その回を見ていただければと思うんですけども、流し撮りの場合に背景が、やはり歪む時があります。それはもう確実にそういう時がありますので、それがいつ出るかっていうのがですね、なかなかこちらがつかみづらいんですよね。歪んでるのかなと思いきや意外と歪んでなかったり、これは大丈夫だろうなって思う時に意外と歪んでたりするんで、ちょっとですね、つかみづらいところがあります。で、四つ目ですね。これ、前回もお話ししましたけど、レインカバーがないっていうところですね。ここのファインダーのゴムの形状を変えてもらうだけで、過去の、カッパが全部使えるようになりますんで、そこは前回見ていただきたいんですけど、それをちょっとですね、早急にやっていただきたいなと。しがないカメラマンの願いなんですけれども、どなたかがですね、有名な方が、それを拾っていただいて、進言していただけたらなぁなんて。皆さん使ってたらみんな思ってるかもしれませんけどね。私なんかより、もっとね、高度な使い方をしてる方もいっぱいいらっしゃると思いますんで、そういう方の意見もですね、聞いてですね、レインカバーを作っていただけたらなと思います。でですね、5つ目ですね。5つ目はですね、ローの SML、ローの小さいサイズがないということですね。ローは1サイズしかなくて、S、L、M ローっていうのがないんですよね。ですから、ちょっと小さめのローみたいなのが欲しいときに、それがないということが挙げられると思います。これ、ファームアップとかでですね、直せるのか、今後直るのか、そこら辺は確認してませんが、今のところは S ロー、M ローがないような気がします。ないと思います。でですね、次6個目ですかね。ですね、カードがですね、いっぱいになるのが意外と早いです。今ですね、基本的には、128ギガの、レキサーの CF エクスプレスを使ってますが、やっぱりたくさん取れますので、カードがですね、結構いっぱいになるのが早いですね。それに伴って、そこと関連してですね、バッファーがですね、結構いっぱいになるのが早いです。連射でですね、何コマぐらいですかね。ちょっと後で確認しますけれども、百何十コマとか取れるんですけど、そうすると突然、カシャッ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 と遅くなりますんで、それが意外と早い。たくさん取るから当たり前かもしれないんですけど、D5 だと結構ですね、200コマぐらい普通に取れちゃったりするんですけど、なんかですね、Z9 の場合はですね、結構早い段階で詰まっちゃうっていうのがあります。こう、取ってですね、ずーっと取ってるんですけど、もう詰まってきてますね。こんな感じですね。こうちょっとってこう、なんか詰まっちゃう感じがありますね。もちろんこの D5 だと、もう200個もいっちゃいましたね。200個まではそのままいくと。で、もう一回切れば、もう一回ボタンを押せば切れる。
ZQ はだから比較的、ランダムになるタイミングが早い。だから集中して撮ってると、ガシャ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 って撮ってると、ガッシャシャガ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 シャシャガシャガシャみたいになっちゃうんですよね。そうするとなんていうの、細感が飛んじゃったりするんで、結構、あれっていうことがあります。で、次ですね。Z マウントのレンズがですね、まだまだ足りないというところですね。超望遠は、100、400と400ミリの 2.8 ですね。あとは、600ミリの F4 って言ったかな。それとあと400ミリの 4.5 かなんか出てますよね。あと200、600が出る予定なんですけど、やっぱりですね、まだまだ超望遠が足りないんで、まあ、さっきも言った FTZ2 をつけて撮ればいいんですけど、まあ、早くですね、純正のレンズの、やっぱり本数を増やしてもらいたいなと。で、まあ、超望遠が特に、ニコンはですね、超望遠が世界一だと思いますんで、超望遠の品数をですね、もっと増やしていただけたらなと思います。まあ、そこら辺ですかね。その辺がネガティブなところですかね。あんまりですね、実は ZQ を使ってて、やっぱり不満はありません。基本的にはまあ、ものすごいスペックのカメラだなと思ってますんで、まあ、こういう通常のフィールドの撮影ではですね、あまり不便さを感じることはないと思います。ただですね、特殊撮影ですね。今やってる金属の光り物の反射が強いところだと、まあ、センサーが昔の方が、ディティールがよく出たりすることがあるんですよね。そういうものは、やっぱり、ちょっと特殊撮影なので、なんとも言えないんですけど、特殊な場面においては、昔のカメラの方が良かったというアドバンテージがあったりするのもあるんですよね。ですからまあ、一概に、その ZQ が、両手を上げて、諸手を上げて万歳っていうわけではないんですけれども、まあ、それにしてもですね、やっぱりハイスペックマシンであることは間違いないんで、まあ、価格もそれなりに抑えられて作ってますし、まあ、とても良いカメラであることは間違いがありません。はい。ということで、最近はですね、競馬においてはもう D5、D6、特に私は D6 は所有してませんので、D5 がかなりやっぱりリバイバルじゃないですが、昔に比べると、さらに D5 の存在感っていうのは私の中では大きくなってまして、意外と光学式ファインダーの良さもやっぱり再認識しますし、で、雨降ってるシーンですね。そういう時も、まあ液晶は確かに見やすいんですけども、やっぱり違和感がなく見える光学式ファインダーの D5 がお気に入りと。なかなか D5 のフィーリングの良さっていうものをZQ が軽々超えていくかっていうことはそうでもなくて、やはり ZQ には ZQ の良さがありますけれども、D5 には D5 の良さがありまして、まあ D5 がですね、中古で結構安くですね、取引されていたりすると、お買い得だなと思います。ただですね、修理不能問題っていうのが必ずありますんで、部品のですね、在庫を抱えるのが10年とか15年とかいろいろ、まあその会社によって規定があるのかもしれませんけれども、部品供給がなくなってしまうと修理不能っていうことになりますんで、修理不能になってしまうと壊れた時に、修理してもらえませんので、それで、まあカメラとして終わってしまうということがあります。まあこれはどこのですね、メーカーさんもそうなんですけど、まあ永久に部品がですね、手に入るわけではないので、まあ結構早いんですよね。ですから D5 もいつまでその修理対応できるかっていうのが心配ではあります。まあ D810 とかもね、もう修理不能になってますんで、D800 か。D800 を修理不能で、D810 が次に来るのかな。で、D850 は一応現行機種なんで、D850 は大丈夫だとは思うんですけれども、まあ D5 もね、ラスト番号が D6 なんで、D6 は、まあしばらく大丈夫でしょうけど、D5 もいつになるかわからないので、こんないいカメラが使えなくなっちゃうっていうのは、とても、まあ、ね、もったいないかなと思います。ということで、今回は ZQ を取り上げてみました。ZQ のですね、まあ、これから使っていくカメラで動画もですね、まあ、いくつか撮影はしていますけれども、僕は動画の専門ではありませんので、
まあ、動画の専門の方のですね、チャンネルを見ていただければと思います。ということで、今回は ZQ ですね。ポジティブな部分とネガティブな部分の紹介でした。ありがとうございました。